続いての登壇は中国のコロナ対策についてです。中国のコロナ対策は大変厳しく、3週間の強制隔離と毎日のような PCR 検査。暇なので人生とは何か、何のために生きていると考え始めた。答えが見つからないうちに隔離が終わった。深センの街でマスクを外して友人と屋台で飲んでみた。ディレクターは環境さんです。マスクを外したい。お、すごい広い。おお、麻雀はね、一人しかないけど。每个月还5500多块钱，养这个车全部都靠自己做兼职去赚，要不然的话，这个车也还不了这么多。你今天走是吧？不用，关上门快点。OK， 你开始拿，要测体温哦。那要做核酸哦你。要找名字。今天有测。关墙。关墙是吧？他这个是要求第15天要做，你现在是第15天哦。才头2刀。好的，2刀头，对。
谢谢。分钱啊，因为我们在防守线条实际上的优势，当球两边球或者对方背对拿球的一个队员呢，尽可能要给队友压力，其他队员形成保护。凯迪还是更多的在中场来组织。都是为了。こっち見てるよ。こっち見てるよ。本当にちょっと太ったね。ちょっと太った。だよね。かわいいね。亮。对了。落山嚟啦！落山嚟啦！奉身腰，蹲墙。
先请挂墙过来，北上那个青菜别挂，来这里签名。刚刚要哪？哎，这个签名。三樓，仲有一個。仲有一個女一零嘅。仲有一個女一零嘅。今日一睇到佢，喺拿着。佢喺度做咩啊？翻水咩？来看一下护照号有没有错？沒有。来，给你可以了。可以走了，OK。ご視聴いただきありがとうございます。スタジオじゃないですね、会場にはディレクターの菅さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、三脚の使い方多彩すぎません？三脚があってよかったですね。そうですね。服も干せてゴキブリ退治もできる。そう何でもできますね。何でもできる。三脚は。ありがとうございます。ぜひこの後の時間はですね、なかなか中国のこのコロナの状況といったところもお話、なんかニュースでもね取り上げるところも少ないかと思いますので、ぜひ会場の皆様からも質問とか受け付けたりとか、スーパーチャットでぜひ質問も受け付けたいと思いますので、気軽にコメントいただければと思います。何かこの示唆深いコメントとか質問とかでは限らず、本当にカジュアルに質問いただけると非常に嬉しく思います。よろしくお願いいたします。またちょっと会場のご案内になるんですけど、ご飯が19時までなので、本当に気軽に登壇中もかがんでいただければ食事取りにいただいて構いませんので、お酒でも気をつけてください。白い豚にならないように。そうですね。いっぱい食べたらやばいですね。でも中国でこうやって今マスク外してこうやって気軽にお酒飲んだりとかっていうのはなかなか状況を見ると厳しそうですけど、現状ってどういうものなんですかね。今そう僕はねその隔離終わってそれで深センに来ましたね。深セン着いたらなんかコロナないみたいな感じで、みんな普通に歩いたら半分ぐらいもうマスクつけてないし、デパートでもマスクつけてない人も多いし、あまりコロナの存在がなかったみたいな感じだった。それで普通に路上でご飯食べたりとかお酒飲んだりとかすごい賑やかな感じだった。当時僕東京から日本に行く時、東京まだ5000人ぐらい一日一番ひどい時ので、風景見たらなんかすごいなんか隔離の効果がすごくありましたね。確かに今実際中国では感染者数は少ないけれども、それだけ警戒して実際になったら大変みたいな感じなんですかね。そうですね。はい。あと今回は実は中国行くのは、行く前に結構いろいろ不安がありましたね。行くのも大変だし、例えば中国大使館の許可とか、あと中国でのPCR 検査して中国の健康コードとかいろいろ出さないといけないし、あとお金の面も飛行機代は40万ぐらい。それで隔離代も全部自腹で21日間で20万ぐらい、全部合わせたら60万ぐらいで、個人で買える感じではないですね。そうですよね。しかも洗濯も自分でやらなきゃいけないわけですもんね。今回も僕も2年ぶりのでなんか家族特におばあちゃんとか、おばあちゃんも93歳ので、なんかその前すごい病気になって最後に会えるかどうかという不安もありましたし、それ全てそのコロナの時代でなんかいろいろ複雑なことはありますね。昔は中国行きのは超簡単だし3時間半でもう行けるから、今も全然なかなか帰れない。時間と空間のこともいろいろかかるし、例えば今回も3週間ないともう中国に入らないとか、なかなか大変ですね今は。そうですね。飛行機で行ったら時間としてはね3時間4時間みたいな話かもしれませんけど、その距離がぐっとハードルも費用面でも日数の部分でもかなりハードルは高そうですよね。そうですね。特に最近すごいびっくりしたのはニュースはなんか外国人今日本に入らないことで、僕も日本に戻るのはつい最近です。実はギリギリで戻りました。もしちょっと遅くなったら今も日本に戻れないかもしれない。そうですよね。この登壇ももしかしたらみたいなところで、そうですね。
結構YouTube のコメント欄でも隔離代も自腹なんだみたいなので結構驚かれてる方が多くいらっしゃいますけど、やっぱそれだけ実費でじゃないと帰れない状況ってことですか？まあそうですね。今、まあ、僕は出張だけどそうある仕事で中国に戻りました。それ自分で帰るのは結構大変ですね。ですよね。なかなか個人でそれこそ家族に会いたいとかで帰るとかってなると、そうですね。あとまあ、映像の中になぜ豚というと、あれ本当のああいう気持ちですよ。隔離のホテルに入ったら本当に自分豚みたいな感じで、毎日朝ご飯くれて昼ご飯くれて何にもしなくてもいいぐらい毎日暇で何をするとか考えたり、なんか自分の意思もあまり何にもできない、その自由が完全になくなった。本当に刑務所も言えるね。あの時僕も本当にこれから絶対に犯罪しないように、それ犯罪したら同じような刑務所に入ったら結構やばいな。ただ3週間だけでもうこんなことなのに、もし3年間とか10年間もう本当に大変ですね。そうですよね。あと入った実はまあ映してないけど、そのホテルの中に入った時にあれうつ病防止みたいな宣伝がありまして、僕1日目はいやそれなんでくれるの、うつ病になる精神病になるとか何なのと思って、それ3日目になったら本当にちょうどうつ病になった。結構序盤になりましたねそう特に最初全然外行けないし、ホテルドアからもう外出れないので、いやだからみんなそういうまあうつ病になったら相談してくださいみたいな紙を配ってますよね。そうですよね。3週間人と喋んないとなったら結構まあズームとかでね話はあったのかもしれないですけど、YouTube からコメントもいただいていて、圭介さんから中国国籍の人の帰国でも同様ですか、隔離代。まあそうですね。ですよね。中国人も自分で自腹ですね。あと面白い話でいうとそのホテルの中に唯一外とつなげるのはデリバリーは実はできますの。デリバリーまあ、ご飯とかまあ、ジュースとか食べたいものをデリバリー注文できるし、それすごい良かったけどお酒はできないですね。でもそのデリバリーしてる人はそしたら感染のなんかリスクというか、ホテルの受付のところに置いといて、それでスタッフさんは持ってくる、まあ、そのドアの外で置いといてという感じで。でもデリバリーはお酒はダメですね。お酒は飲めないけど好きなものは頼める、まあそのメニューにあれば。それで僕は毎日暇なので、特に夜はすごい孤独感があって、ちょっとお酒飲みたいなずっと思って、どうしようかなと思って、それでその注文したい店にまあ、日本でいうとコンビニみたいな店長さんに電話して、それでお酒頼みたいので、そのお酒まあ、バレたらね募集されるので、それでお酒の名前分かるものを全部外してくださいと言ってて、それで本当に親切な方なので、そのお酒みたいなものを全部外してくれて送ってくれたら、それでもダメになったの。受付でバレちゃって。そう、ホテルの受付かまあ、中国政府の人たち、まあ、その人いるのをチェックしてもらって、どんなものを頼んだとか、それでお酒結局入らなくて、それでじゃあどうしようと思って、それで配達の人がいるよね、その人に直接連絡したの、電話して、それで頼んだお酒と普通のお茶を交換してくださいと賄賂しました。普通のお茶も頼んでお酒も頼んで、そのお茶を出して、お酒はお茶の中に入れて、そのお茶を持ってくる、募集させて、そのお茶を持ってくる。それで普通のウイスキーだと、まあ、普通なら1000円ぐらいじゃないですか。まあ、僕は3000円ぐらいあげますと。そのお酒を送ってください。そういう方法でずっとやりました。でもそれで成功しました。それで唯一の楽しみだった。そうですね。お金の面は結構大変だったけど、結構知恵も使いましたね。そうみんなおすすめです。
いい tips というか行くときはね。あと実際深センのゴキブリって日本より大きいんですかっていうそう質問来てます YouTube から。あれはね、最初はゴキブリ出ることはすごく嬉しかったの。なんか生物と出会えたみたいな。そう、ずっと一人で誰でもいない生きてるものがいたらすごく楽しくて、しかも高潮は南の方ので湿度が高いの。湿度高いところはゴキブリは出るの。最初本当に毎日ゴキブリは出てて、それで僕は毎日殺してて、今もうすごいゴキブリ殺す専門家になったかもしれない。三脚使って三脚を使ったりとか、もうショットガンみたいに構えて。そうですね。それでゴキブリ出て、僕は受付のお姉ちゃんに電話したの。ゴキブリ出ましたよと。それでその人はゴキブリは人を攻撃しないので大丈夫ですよと言われました。それでじゃあ僕ゴキブリと一緒に寝ますかとしたら、大丈夫ですよと言われました。じゃあ分かりました。ゴキブリもやっぱ生物として愛おしくなるぐらいやっぱ人との接触もないしそうですね。あと普通のホテルならね、スタッフさんは入ってゴキブリを殺したりとか、隔離ので誰でも入らない僕の部屋の中に。だから自分やらないといけない。なるほど。選択もだからっていうことでしょうね。その接触といえばPCR の鼻突っ込む検査ぐらいで。そうですね。ちなみに質問も来てるんですけども、隔離代払えない場合はもう帰れないんですかっていう。なんか保証とかあるんですかね。ぜひ僕も分かんないですね。隔離の時にお金場で払うので、もし払わない場合はどうなるな。だって結構一般の人でその数十万ってなかなか払えない人も多そうだなと思うんですけど、そういう人はもう諦める、今は帰れないっていう感じになっちゃうんですかね。ぜひ試してほしいですねこれ。やってみたら教えてください。でも制度とかがあるのかもしれないですね。それこそ保証制度。どうしようかな。アルバイトホテルでアルバイトをしたりとか働くからちょっとそうですね。2ヶ月間プラス全然帰れない。結局全然帰れないじゃん。そうですね。いいですね。大体みんなお金持ってたよな。なるほどですね。ちなみに会場からもぜひ、YouTube から結構質問もいただいてるんですけども、会場からもぜひ質問があれば受け付けたいんですけど、いかがでしょう。どうですか。大丈夫ですかね。YouTube からも来ていて、隔離飯で一番美味しかったものは何ですかみたいな質問来てるんですけど、隔離飯っていうジャンルあるのか分かんないですけど隔離飯一番美味しかったのは全部普通だったな。今映した鶏肉のやつは美味しかったね。鶏肉のももが美味しい。あと美味しくなくても文句言えないですねそれ決まりので文句言うな。デリバリーはできるんですもんね。ご飯でそう自分で頼んでください。そうですよ。だからコンビニみたいのは日本でいうとこの、ファーストフードとかは頼めるから、そういうものがあるから食事は特に困ったりはしない。そうですね。あと話したいのはその中国に着いたらなんかびっくりしたのはあまりいない、僕いた深センは全然ずっと0-0でも本当に1人いたら、中国の場合は1人いたらもう超大変なことになりますよ。今日本は全然抑えてるけど毎日10人とか10何人とか、それでも中国で本当にひどいことになってます。もう大半というと1人いたらその人の地域全部隔離です。自分の家で世帯奥さんがとかじゃなくてマンションに住んで同じマンションの人たちをみんな隔離します家で。それは2週間から3週間ぐらい。でもその隔離の時のお金も宿泊代かかるってことですか。そうですね。それは自分でやりますね。自宅のでそんなにお金かからない。そうかホテル泊まるわけじゃなくて自宅から出ないでくださいね。そうですね。はい。あと中国でその健康コードがありまして、そういうどこいてもその健康コードを見せて色があります。緑の色とか赤、あと黄色。赤は一番大半でもう外行けない。黄色も外行けないですね。緑だけ外行けます。それ
外行く場合はそれ緑の健康コードがないとどこでも行かない状態です。例えばデパートの中に入りたい場合はそれ見せたりとか、バス乗りたいとか電車乗りたい時に全部見せないといけないです。ラベリングじゃないけどされてるわけですね。そうですね。あと、中国いないけどね、そのコロナいないけどみんなすごい怖がってます、コロナのことを。例えば僕今回も久しぶりに帰ったけど、親戚と会いたいと話したけど、親戚からもう今、北京はすごい大変ので、大変というと時は1日1人2人ぐらいの感じだった。それは大変ということですよね。大変ので今回会わないようにします。それで、親戚ともそんなに会ってないし、あと特に日本はコロナひどい国というイメージですね。中国でというと、それで海外、その日本から来た人は結構危険です。関わらない方がいいとか、そういう話。そうなった時の対応っていうのもかなり3週間とかの隔離になっちゃうから、なったら大変だっていう意識がやっぱりより強いんでしょうね。そうですね。3週間。ちなみに YouTube からのコメントで、中国の人たちは厳しい対策をどう思ってるんですかっていう、それがもう当たり前になってるんですかね。それはもう当たり前になってますよね。一部分の人は結構感謝してますね。中国そう厳しいコントロールがあって、中国今は感染者そんなにいない。人々の命を守りました。すごい感謝してます。実際にそれだけ減ってるわけですからね。はい。それは多くの人はそういう考え方ですね。あと一部分の人は文句あるけど、例えば隔離されたらその3週間で仕事なくなったりという人もいますし、その会社とかでそこが柔軟に、それが当たり前だからそうですね、柔軟になってるわけではなく、単純に仕事には影響が出ちゃってるっていう。そうですね。そういう人たちは文句あるけど、でも、中国国内でそのコロナ対策は第一前提だから、何でもこれ第一ので、他のことは全部小さいことになります。特に個人のこととか、それは全部、みんなのために守ってくださいという考え方ですね。そういう意味では日本コメントにもありますけど、日本は検査をしないから信頼されていないということですかというコメントありますけど、日本はやっぱりまだ感染者数も多いっていうか出てるから、そこから来るなんてすごい大変なことだみたいに向こうは中国は思っちゃってるってことですかね。思ってるんでしょうかね。そうですね。日本だけではなくて他の特にアメリカとかもっとなんか厳しく、特に中国の場合なんかある事件もありましたの。例えば地域でコロナひどくなったら、その地域の市長とか県庁とか辞めます、クビします。その人たちは一生懸命、何十年間、市長になって、ようやく、いい生活してるなのに、コロナでその仕事なくなるのは全然にやりたくないので、そしたら厳しくやります。特に例えば北京で2、3人が、結構いたら、まずその地域は全部隔離、その単地の周り何万人とか何千人隔離して、その北京市内の人たちはみんな PCR 検査よくありますね。その市の中にみんな PCR 検査、例えば何十万人何百万人、みんな並んで PCR 検査したりとか、なんか、日本より全然厳しいですよね、いろいろは。でもその結果が感染者数低下になっているのであれば、それだけそうですね。仕事がなくなっちゃうっていうその反面はあるかもしれないけども、ってことですよね。ちなみにその厳しさでいうと、YouTube のコメント欄で、ロックダウンで外出禁止の期間に無断で外出している人を取り締まるためにドローンが飛んでたっていうのは本当ですかみたいな。ドローンで、なんかもう見つけたら強制的にこの帰宅流されるみたいな、監視のドローンがいたみたいな。でもなんかその話聞くと施策としてもなんかあってもおかしくなさそうな。これは聞いたことないけど、なんかドローンのなんだっけ、
ドローンの配達というと、ドローンで隔離している人たちの家まで行って植物を運ぶことが聞いたことあります。その接触を最小限にするためにってことですね。あとドローンで監視より中国で監視カメラ結構いっぱいあるから、別にドローン使わなくてもどこでも監視カメラあるので、家から出たら出ることも不可能と思います。家出たらすぐバレちゃう。そうですよね。ちなみに川本さんからの質問で、日本みたいにワクチン反対派の人とかいないんでしょうかっていうところなんですけど、日本だとワクチンは打たない方がいい、打つべきでないみたいな人もいたりすると思うんですけど、中国でそういうなんか中国は宣伝は強制ではないけど、でも例えば会社で勤めてるならワクチン打てないともうダメだよとか会社から言って、それでみんなみんなワクチン打ってますね。もう選択肢というか、打たなきゃいけないものだみたいな。そうですね。今もう何十%ぐらいですね。80、90% ぐらいですね、中国は。みんなでも中国で中国のワクチンしか打てないので、アメリカのワクチンはないですね。じゃあ会場からも質問があるみたいな。西村さん、ワクチンの種類は何ですかという質問。中国製のワクチンですよ。空心とか空心とか、はい。でも面白いのはもし日本でそういう中国みたいな隔離とかそういう厳しさになって、もちろんね感染者少なくともいますけど、できるかな日本でそういうこと。日本でも同じように厳しく隔離したりとか。どうなん、その施設がないで一時期ねすごい大変でしたけども、その3週間単純に日本人が会社全体で仕事しないとかっていう選択肢はなかなか想像できないですよね。でも起こりますよ。どうなんですかねなかなかそこまで日本も厳しい規制みたいのが。例えば中国で一番大変な時期は雲南省のある町で、もう去年1年間で半分ぐらいみんな隔離しました。その地域の皆さんは半分ぐらい隔離です。ある子供はニュースにもなって、ある子供はその1年間で200回ぐらいの PCR 検査をしました子供なのに。そこまで結構厳しいですよね。それはまだまだ続きそうっていう、今実際に感染者数も減ってきているということですけど、まだまだそれは続いて、そうですね。世界的に落ち着くまではみたいなのなんでしょうかね。それ結構難しいことありますね。実は中国は今すごいそういう厳しい制度でコロナを抑えたでしょ。でも他の国は違いますよね。日本とかアメリカとかなんか普通に解放しつつのような感じですね。防衛とかもそうだし、行ったりとか行ったり来たりもできるように少しずつ回復してるけど、結局中国だけそういうことできないかもしれない。中国ずっとそういう隔離あったら、中国行きづらいし、中国から他の国も行きづらい。そういうことになる場合は結構大変。中国の経済に対してとかいろいろ面に対しても交流の面もあるし、それはこれから中国は解決しないといけない、考えないといけないことかもしれないですね。そうですね。YouTube のコメントでケイスケさんから日本のコロナ対策をどう思いますかということですけど、カンさんは、日本の立場からしたら日本がレギュラーで中国が厳しいなって思うのかもしれないですけど、どうですか。まずは中国の対策は僕は悪いと思わないですね。あれは中国の場合は14億人がいるので、そういう厳しくないと、毎日数十万人の感染者、何百万人の感染者発生するかもしれないので、それは唯一のやり方かもしれない、中国の。でも日本の場合は、日本も完全に隔離もあるけど、隔離もあって、自由もさせて、ちょうど真ん中のやり方ので、ちょうどバランス取ったと思いますね、日本の。でも今回は
まあ今もうコロナを抑えてて、どうやって抑えたもう正直もう分かんないですよね。なんでもう今日に亡くなりました。でも良かったということです。確かにありがとうございます。会場からは他に質問あったりしますでしょうかね。もしなければその中国、日本と共にコロナ対策を経験しているカン君から、中国の3週間を経て最後に伝えたいことっていうとおかしいですけどめちゃくちゃ伝えたいのめちゃめちゃ太りましたということです。だっていろいろ頼むからでしょ。豚になった。豚も一つ意味けど、中国で豚になった方がいいかもしれないですね。いろいろ。ね、今中国でも、海外との渡航で仕事で行く人も大変多いかと思うんですけども、まだまだ我々も感染対策は徹底して会場も運用してますけども、ぜひ視聴の皆さんも気をつけながら過ごしていただければと思います。すみません、登壇ありがとうございます。カン君でした。ありがとうございます。やっぱ国によって全然違うんですね。ありがとうございます。